それでも元々はパラメータが4つしかない音源なのに、なぜに今かっつうと、この音楽講座、前々回のブックラと前回のムグとやって、原型音源の3種の最後、メロトロンですね。これは要するにテープレコーダーというかテーププレイヤーでして、テープレコーダーっていうのは酸化鉄を塗ったプラスチックテープに磁気ヘッド、要するに信号電流を流すコイル棒を押し付けて、磁性の01を記録することで、プラスチックテープを永久磁石の一歩手前、半磁石として固定しちゃう装置のことでして、結果プラスチックテープへの録音になると。それを読み取るのがテーププレイヤーで、プラスチックテープに磁気ヘッド、要するに信号電流が流されるコイル棒を押し付けることで、磁性の01を読み取る装置、結果再生機になると。その電流をコイルと振動板からのスピーカーにつなげれば音が鳴るって仕組みでして。だからこのテープには N と S の磁石信号が見た目 DSD 信号みたいに並び称する順の濃淡として記録されてるってわけです。電磁誘導によって振動を電気に変えるところまではエレキギターと同じなんだけど、その発電を記録したメディアを再生するマシンというところは初代のウォークマンと同じことで、ウォークマンと違うのはその再生ヘッドが1台につき1個ではなくて35個ついてるってとこでして。これが酸化鉄を塗ったプラスチックテープ。テープ幅は4分の1インチ。要はざっくり 6mm です。この 6mm 幅のこっち側 3mm とこっち側 3mm に別々の音がそれぞれ録音されていると。これが2トラック、要はステレオってことでして。メロトロンはテープ幅8分の3インチなので、その 9mm 幅を3分割して、3mm ずつ別々の音を記録したもの。それがメロトロンの3トラックテープ。で、これが磁気ヘッド。ここには3つのヘッドがついてて、こっち側から録音ヘッド、再生ヘッド、消去ヘッド。メロトロンにはこの中の再生ヘッドだけ1つの鍵盤に対して1つずつ計35個ついてると。でもってこの真ん中の再生ヘッドに半磁石としての磁性をプリントしたプラスチックテープを擦りつけると、音が出ると。遅く擦れば低い音。早く擦れば高い音。この遅い早いがテープスピードっていうことでして。メロトロンモデル400だとして、蓋を開けると、右側でローターが回ってて、これがそのままテープスピードを決めるキャプスタインを回してる。その鍵盤の裏側にピンチローラーとプレッシャーパッドがねじ込んであって、鍵盤を押すと、鍵盤ごとに直付けされたピンチローラーがキャプスタンに押し付けてテープを巻き上げる。かつ、プレッシャーパッドがテープを磁気ヘッドに押し付けて音が出る。キーを離すと、テープがバネで元の位置に戻り、結果頭出しの状態でストップするって構造でして。これ、録音した音を再生する装置としてはサンプラーなんだけど、決定的に違うのはメロトロンがメカだっていうとこですね。鍵盤を押すと再生ヘッドが磁気テープを擦りつけて、そのテープに記録された N 極か S 極かをすっごく早く読み込んで、そのままスピーカー側のコイルに N 極か S 極かをすっごく早く流し込んで音を出す。それを実際に使い物になる道具として実現するには、ものすげえ構造改革が必要で、その改革をもってしても香る機械構造ゆえのエラー感が、いわゆるサンプラーには出し得ない。無論サンプラーにもグルタミン酸的な旨味はあるんだけど、気候改革による痛みみたいな香りが出ちゃうわけで、そのメロトロンの中でもモデル400の機械構造をエミュレートしたのがアートリアンのこれってことですね。メロトロン400の実機は8分の3インチの3トラックテープ35本入った可動式テープフレームが鍵盤の下に入ってまして、それぞれのテープの長さ、要するにサンプリングタイムは8秒。で、メロトロン。パラメータは4つ。テープセレクター、要は3トラックのテープに対してどのトラック位置をヘッドに擦りつけるかの3択セレクター。3
択なんだけど、スイッチするにしても元がテープなんで、そのテープ幅に対してのヘッド位置が微妙だと、隣のトラックの時期が再生ヘッドに干渉というか漏れちゃいまして、音が混ざってしまうクロストーク現象っていうのが起こると。結果、隣り合う音色がモーフィングされてしまう。あってはならない現象が背景の、むしろ清濁を合わせ飲む的なつまみ。ローターの回転スピード、要はマスターピッチ。上下に1音ずつ、振り切りで3度。トーン、実体はローパスフィルター。ボリューム、マスターの音量ですね。それでおしまい。パラメータが4つだけっていうこの制約がむしろ完全に竹を割ってって素晴らしい。他のつまみは実機にはないやつで、左の群れがアンプエンベローブの ADSR。割合としてはサンプル型ゆえのマイナス1からプラス1。要するにそれぞれがサンプルに対してネガティブ値を持った ADSR。あとはソフト化によって失われた機械構造による痛みを転化するための6種。鍵盤キートップの奥の上の最初の4つが左からフラッター、テープスピードのふらつき、結果ピッチモジュレーション、テープサーチュレーション、磁気テープによる飽和、メカニクス、鍵盤のテクノイズ的な部材の接触音、ノイズフロア、機械と磁気の定常雑音。残りの2つは、ベロシティボリューム。ベロシティでの音量コントロールと、アフタータッチフラッター。鍵盤を押し込む強さがテープ走行に与える影響。要は鍵盤を押し込みすぎると、鍵盤裏のピンチローラーとキャプスタンがテープを強く挟みすぎて、結果、テープスピードが変わっちゃうし、再生ヘッドにも強く接触しちゃうんで、ベロシティというかアフタータッチによるその押し込み加減の影響の深さのこと。むしろそこを強調しちゃうスイッチでして。メロトロン400の本質は、録音した音の再生機なので、パラメータは4つだけ。アンプエンベローブとメカの機構にかかるおまけを後付けで入れても全部で11種。それでおしまい。なのでここからはメロトロンにはない録音カセットとしてのサンプラーの話になるんだけど、このアートリア版の考え方としては、メロトロンのオリジナルテープかあるいはユーザーサンプルの2種類があると。で、このオリジナルテープ、ファクトリープリセットのネタはエディットできない。そのまま使うしかない。一方でユーザーサンプルは一つのテープトラックに対し最大8サンプルまでしかはめ込めない。っていうのは絶妙なボンデージを施してまして、この制限がむしろ旨味というか、そのネタをはめるには、サンプルを右クリックしてサウンドを削除、サンプルを読み込む。リージョンの端をドラッグして、リージョンのピッチ領域幅を広げる。サンプラーとしての基本機能。ストレッチのオンオフボタンと、サンプルのスタートポイント、エンドポイント、サンプル単体のアンプエンベローブ、ループポイント、パン、ゲイン、トランスポーズ、ファインチューン。それと元々の実機でいうところのテープ交換によるキーマッピングと、クロストーク現象によるサンプルレイヤー。こうして全体見てみると、サンプラーとして最初からほぼ完成してるじゃんとも思えるし、未完成ゆえの吸引力にも見えるし、それでも元々はパラメータが4つしかない音源なのに、なぜに今かっつうと、要するにフィルターだけとかグラニュラだけとか、なんぼでも外からさせるようになってきちゃったんで、むしろ使い物にならない機能数で売るのはあなたいかがなものかっていうことなのか、あるいはむしろメロトロンをサンプリングしたサンプラーやスペクトラーなんかをまたテープ録音してメロトロンで鳴らすっていうヘブンズドアを内側から見たくなったっていうことなのかの原型としまして。